こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回は、なんか久々な感じのする、レッドショアーのモデルじゃん。そうね。このチャンネルでは S12 とか D13 以来かな。はい、今回はレッドショアー DZ4 のレビューです。最近だと、レッドショアーとギズオーディオのコラボモデル、ガリレオがあったね。あ、そうでした。愛の好きなデザインのモデルですね。DZ4 のデザインも素敵ですね。じゃあ、早速見ていくよ。はいはい。これも価格を知らずにしばらく聞いてたんでしょ？おいくら万円クラスのモデルだと思ってたの？情報がほとんどない時で、ドライバー構成が 3DD プラス 1PR ってインフォメーションだったから、1PR がプレイナーなのかと勘違いしてたんで、18,000円ぐらいかなーって思ってた。実際は12,000から13,000円ぐらいだったね。そうだね、思ったより安かった。とにかく愛はデザインが気に入っちゃいましたよ。アイボリーのチェリにフェイスプレートはメタルシルバー、そしてセミオープンのエアフローブは Z っぽいデザインの濃いめのオレンジのアクセント。今風でサウンドチューブにガイドされた音の出口もかっこいいですよね。もちろん最終的には音質で決めますけど、愛はかなり購入に前向きです。ところでジャックさん、1PR がプレイヤーなのは勘違いで、実際はパッシブラジエーターだったわけだけど、パッシブラジエーターって何？なんか冷やすの？いやいや、それは車とかで使うやつね。Bluetooth スピーカーでよく見かけるから、馴染みある人も多いんじゃないかな。詳細は上に載せたけど、要は低音増強に使われるんだわ。そうなんだ。イヤホンでも効果あるんだね。知らなかった。ドライバー構成が 6mm チタニウムドームダイナミックドライバー3機。あえて大口径を使わない設計なんだろうね。そこに同じ 6mm のパッシブラジエーター1機。ちょっと変わったドライバー構成で聞いてみたくなるよね。はい、かなり聞いてみたいですね。サイズ、重さは上の通りです。そんなに大きくはなく、重さもこの構成だと軽めに仕上がってる感じです。セミオープン設計で、この部分からの音漏れは結構あります。その分開放的な質感になるわけですが、人の多いところではちょっと気をつけた方が良さそうです。あとは、そうね、ステム系がちょっと太めなので、それに合わせたイヤピをチョイスしてね。バンドルイヤピはもちろんジャストフィットで、質感も結構いい感じ。ケースはマット仕上げで蓋が回転式。イヤピはこのスタイルで入れておけるのがいいね。レッドショアーおなじみのケーブルは、ミニもお気に入り。という感じかしらね。それでは音質面に行きましょう。まず、バンドルイヤピブラックを装着した DZ4 のシングル波形です。パッと見バランス良さそうって感じだよね。パッシブラジエーター搭載の低域はというと、100から 200Hz あたりは特に強めではないけど、50Hz 付近から下が結構頑張ってる感じする。だからパッと聞いた感じはそんなに低域強くないって思ったけど、それは私の聞いてるジャンルのせいだろうね。この感じだと EDM 系は合いそうな予感。それと中低域から中域の減衰がかなり少なめなので、余計に低域が目立ちにくい印象。別に悪い意味ではないけどね。3キロから5キロあたりは 2.5 キロあたりのピークから6キロあたりに向かって緩やかに下がっていく感じで、中高域は結構明るめな印象。6mm のダイナミックタイプ3機は伊達じゃないってことだろうね。8キロ付近のピークの出方もいい感じで、全体的にバランスよくすっきりした出音の印象。もう一つのバンドルイヤピを重ねてみましたけど、ほとんど同じ感じですね。そうだね、イヤピ内部の絞り方がほとんど同じで、ブラックの方が少し柔らかめの食感なので、お好みでどうぞって感じだね。じゃあ、ジャックさん、聞いた印象を教えて。はいはい。低域、キックアタック、ビーターのアタックよりもロスロス感優先。ベース、バスドラの帯域にベースがコリジョンしない感じ。量感はそれほどでもなく、ラインが結構鮮明。ウッドベースがぼやけず、しっかりラインの動きを楽しめる。中域を確認するためのリファレンス曲でしっかり再現されている印象。中高域、しっかり前へ出てくる。視察音はドキドキちょっと気になる程度。サックス、ピアノは芳醇感より明瞭感が優先される印象。メロディーラインを中心に聴きたい人にはいいかも。高域、ハイハットやライドシンバルの存在感が結構しっかり印象付けられる。はっきりしたメロディーラインのバックで刻みの存在感は健在。トータル、各帯域の音がはっきり飛び込んでくるのに対し、バックは横への広がりでその存在感を示している印象。キック1層、ベース1層、中高域で2層、高域1層のような立体感があり、分離もしっかりしていることから低位感もいい。ドラムのタムが右から左へ流れていくのなんかすごくよくわかる。客席側からの経緯。分離はバンドルケーブルの効果も大きそう。明るく曖昧さを感じにくい質感の中高域に対し、高域はそこまできつさを感じず、中高域中心に高域を作っている印象。極めつけはセミオープン設計から来る開放感。圧迫感が少なく、自然に抜けていく感じを味わえる。といった感じで、リスニングメインともモニターライクとも取れる DZ4 は、このクラスのモデルとしてはかなりいいんじゃないかと思う。ちょっと気になったんで DZ4 のケーブルとイヤピで同条件にした S12 とも比較してみた。当然レベル合わせはしてる。こうしてみると DZ4 の方がバランスよく出ているように見えるけど、聞き比べてみるとそうでもない。 S12 の低域はしっかりしてるし、中高域がこの比較では弱いように見えるけど、こんなに差があるようには感じない。なんかよくわかんないんだけど、どういうこと？この辺りにレベルを合わせた方が聞いた感じと一致すると言えばいいかな。
こんな感じになるんだわ。右のカーブの方が効いた感じと見た目が近いのね。そういうこと。レベルを変えたんで、これが正しい比較だとは思わないけど、これなら低域のしっかりした感じとか、中広域の出方の差もあまりなく、さらに高域の鋭さもある。つまり S10 により DZ4 の方がおとなしめと優等生っぽいってことですかね。そう、比べるとそういう違いを感じたってことね。最近あまり時間が取れないので、他モデルとの比較も少なくなっちゃってるけど、この比較で DZ4 の性格がつかみやすくなるんじゃないかな、と思って。なるほど。というわけで DZ4 は 3DD プラスパッシブラジエーターのコンビネーションと卒のないチューニングで、この価格帯のモデルとしてはかなり聞きやすい仕上がりになっていると思いました。今年はやっぱりダイナミックドライバーを複数搭載するモデルが多く、さらに工夫を凝らして個性的なモデルとしてアピールするモデルが多い中、 DZ4 も人気モデルとして売れそうな気がします。ということで 3DD プラスパッシブラジエーター搭載のレッドショアー DZ4 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。